第1162話では、ゴッドバレーで行われていた人間狩りゲームが、ついに狂気の頂点へと達していた。無数の奴隷や一般市民が、まるで獲物のように次々と追い詰められ、撃たれ、切り捨てられていった。倒れた者たちの上にさらに死体が積み重なり、ゴッドバレー全体が地獄そのもののような惨状に包まれていた。現場に到着したガープは、焼け焦げた建物と積み上がる死体の山を見つめ、拳を強く握りしめる。ここで一体何が起きているんだ。怒りと無力感が胸の中で渦を巻く。かつての海軍の誇りが目の前の惨状によって深く踏みにじられていた。怒りに燃えるガープはすぐさま電電虫を取り出し、海軍本部の戦国に通信を入れる。戦国？一体これはどういうことだ。島中で無差別に人間が狩られている。電電虫の向こうから戦国の声が響く。ガープか。今、報告を集めているところだ。だが俺にも詳しいことはわからん。聞いた話では、何かの祭りが開かれているらしい。祭りだと？こんな惨状がか。ガープの声には明らかな怒気がこもっていた。戦国は少し沈黙した後、低い声で言った。ガープ、気をつけろ。天竜人が関わっている可能性がある。下手に動くと、お前自身が危険だ。ガープは短く息を吐く。関係ねえ。俺は見過ごせない。これだけの命が奪われて、黙っていられるわけがねえ。戦国は重々しく答える。わかった。だが、無茶はするな。状況を逐一報告してくれ。ゴッドバレーで何が起きているのか、できるだけ早く把握する必要がある。通信を切った後、ガープは空を見上げた。彼はゆっくりと歩き出し、惨劇の中心、人間狩りの縁が開かれている場所へと向かっていった。一方で、ロックスの妻と息子は、凶悪な天竜人たちに追われ、絶体絶命の状況にあった。天竜人がついに彼らへと迫ろうとしたその瞬間、黒い稲妻のような一撃とともに、ロックスが戦場に姿を現す。彼の剣は無慈悲にひらめき、容赦なく天竜人たちを切り伏せ、妻と息子を危険から救い出した。もう大丈夫だ。ロックスは妻と息子を抱きしめ、そのぬくもりを確かめるように強く腕を回した。しかし、彼の顔に安堵はなかった。海岸の沖には海軍の軍艦がいくつも迫っており、島全体が炎と混乱に包まれていた。ここにいては危険だ。すぐに出るぞ。ロックスは海岸まで走り抜け、近くの海軍船を襲撃した。雷鳴のような覇気で兵士たちをなぎ払い、わずか数分で船を掌握する。エリス、ティーチ、この船で島を離れろ。ロックスの声には迷いがなかった。しかし、エリスは首を振った。ロックス、この島にはまだデイビー家の仲間たちが残っているの。彼らを見捨てることなんてできないわ。ロックスは短く息を吐き、拳を強く握りしめた。わかってる。必ず助け出す。俺の家族だ。エリスは涙をこらえながら微笑んだ。ルルシア王国で、また会いましょう。必ず、そこであなたを待っています。ロックスはその言葉を胸に刻み、静かにうなずいた。ああ、必ず行く。ルルシア王国でまた会おう。エリス。息子のティーチは父の胸に飛び込み、最後の抱擁を交わすと、母と共に船に乗り込み、安全な航路へと向かった。ロックスは、妻と子を乗せた船が無事に去っていくのを見届けると、すぐにゴッドバレーの戦場へと戻った。第1162話の別の場面では、ビッグマムがゴッドバレー島の奥深くで財宝を探し回っていた。黄金や宝石が山のように積まれた中、彼女の目に飛び込んできたのは、ひときわ異様な輝きを放つ悪魔のみ。それこそが、伝説のウオウオのみであった。これだ。片栗にぴったりの力だよ。ビッグマムは満足げに笑い、その実を丁寧に布で包み込み、自分の息子へ渡すつもりで大切に抱えた。だがその瞬間、背後から低い笑い声が響く。そいつは、俺がもらう。振り返る間もなく、
カイドウの巨大な腕が伸び、ビッグマムの手からウオウオのみを奪い取った。カイドウ、何をする気だい？ビッグマムが怒鳴るより早く、カイドウは実を口に運び、豪快に噛み砕く。ぐははは、これが竜の力か、悪くねえ。怒りに震えるビッグマムはその場で拳を振り上げ、カイドウを殴り飛ばした。この恩知らずのガキ、あたしの実を奪うなんて。ビッグマムは怒りに震えながら叫ぶ。その実は片栗のものだよ。裏切り者め。あんたは私に悪魔の実一つの借りがある。必ず返してもらうよ。カイドウはその圧倒的な威圧感に一瞬たじろぎ、汗を流しながら言葉を返す。わかった。次に見つけた悪魔の実を、お前に渡す。必ずだ。ビッグマムは鋭い眼光で彼を睨みつけ、低くつぶやいた。約束を破ったら、その首で償いな。一方で、ロックスは島に取り残されたデイビー一族の仲間たちを救うため、再び戦場へと向かった。炎と血煙の中を駆け抜け、彼は次々と仲間を鎖から解放していく。天竜人たちが逃げ惑い、命乞いをするも、ロックスの剣は容赦なく振り下ろされた。デイビーの血を狩るだと、ふざけるな。その怒号とともに、数多の天竜人が地に伏した。だが、その前に立ちはだかる影があった。ロックス・ D.G. ベック。貴様の罪は重い。白銀の鎧をまとい、漆黒の剣を携えた男、神の騎士、フィガーランド・ガーリング。その目には、冷たく歪んだ正義が宿っていた。天竜人を殺した罪、その命で償え。ロックスとガーリングの激しい衝突が始まる。ロックスの拳とガーリングの剣がぶつかり合うたび、大地が裂け、雷鳴が轟く。だが力の差は明白だった。貴様では、俺の怒りは止められん。圧倒的な覇気で押し込むロックスに対し、ガーリングは防戦一方となる。数十号を交えた後、ロックスは明確な優勢をつかんでいた。どうした、神の騎士。その力で世界を守るんじゃなかったのか。あざけるような声とともに、ロックスの黒剣がうなりを上げた。ガーリングの体は宙を舞い、岩壁へ叩きつけられた。だが、すぐにその体が再生を始める。ちぎれた肉がつながり、砕けた骨が元に戻っていく。不死身か。ロックスの眉がわずかに動く。血にまみれたガーリングは、不敵に笑った。我は神に選ばれし者、死など存在しない。ロックスは冷たい瞳でその様を見つめた。いや、いいな。お前の魂の匂いが変わってる。悪魔と契約したか。刹那、空気が凍りつく。ロックスは悟った。ガーリングの不死の力は、イム様の影によって与えられた呪いの力だ。ならば、打ち砕く方法は一つ。覇王の剣で、魂ごと断ち切るのみ。見せてやるよ。覇気の極致をな。ロックスの剣が黒く脈打つ。覇王色の覇気が歯を包み、雷鳴が天を裂く。黒雷の本流と共に放たれた斬撃が、一直線にガーリングを貫いた。血しぶきの中、ガーリングは膝をつき、剣を支えながら崩れ落ちた。ロックスはゆっくりと歩み寄る。地獄へ戻れ。偽りの神。歯が静かに持ち上がる。その瞬間、ガーリングが叫んだ。イム様、どうか、この命をお救いください。彼は伝心の術で、天上の玉座にいる存在へ助けを請う。だが、助けはすぐに現れた。雷鳴とともに空が裂け、漆黒の霧が立ち込める。ロックスが顔を上げた瞬間、空からまがまがしい気配が降りてきた。暗闇の中から現れたのは、五老星の一人、ジェイ・ガルシア・サターン星。だが、その姿はもはや人ではなかった。イム様に憑依されたその体は巨大な雲のように変貌し、6つの赤い目が怪しく光る。イムはサターン星の肉体を完全に支配し、その両の手を天に掲げて不気味な術を発動した。ドミ・リバーシス、その名をつぶやいた瞬間、地面から黒い光が吹き出し、空気さえも歪む。
ロックスが命がけで救い出したはずのデイビー一族の者たちは、突如として苦しみ出した。胸に刻まれていた黒い紋章が、まるで生き物のようにうごめき始める。それはかつてイムが、万が一の時に備えて刻んでおいた朱印だった。我が意志に従え、ドミリバーシ、発動。イムの声が響き渡ると同時に、デイビー一族の体は恐ろしい変化を遂げる。皮膚が黒ずみ、目は真紅に染まり、牙が伸び、背中からはコウモリのような翼が広がる。尻尾が生え、呼吸するたびに黒い瘴気が漏れ出る。それはまさに、悪魔の姿だった。彼らの力は一気に何倍にも膨れ上がり、理性を失ったようにロックスへ襲いかかる。イムは冷笑しながらその光景を見下ろしていた。かつてお前が守ろうとした者たちが、今やお前を食らう。これぞ天の断りだ。ロックスは歯を食いしばりながら、攻撃をかわしつつも反撃できずにいた。やめろ。お前たちは、俺の仲間だろう。叫びながらも、次々と繰り出される爪撃と黒煙に押されていく。その背後、血を這うような低いうなり声が聞こえた次の瞬間、巨大な影が飛び込み、ロックスの背後に迫る悪魔を豪快に殴り飛ばした。遅れて悪かったな、ロックス。白ひげ、その白いひげが黒煙の中でも鮮やかに揺れる。彼の一撃は悪魔を地面ごと粉砕し、轟音が響く。やれやれ、また面倒なことになってやがるな。そこへ現れたのは、青い鱗に覆われた巨大な竜、カイドウだった。ウオウオのみの力を完全に覚醒させた彼は、雷雲をまといながら空を旋回する。イムとかいうやつをぶっ潰すのは面白そうだな。俺も混ぜろ。雷鳴の中、3人の巨人のような男たちが肩を並べる。ロックスの覇王色がはぜ、白ひげの大槍がうなり、カイドウの龍炎が天を焦がす。対するは、イムが率いる悪魔の軍勢、地鳴りのような方向とともに、両陣営がぶつかり合う瞬間が迫る。最終ページでは、ロックス、白ひげ、そしてカイドウが並び立ち、前方に立ちはだかる敵を睨む。その先には、イムに支配されたサターン星と、無数の悪魔と化したデイビー一族が待ち構えていた。ワンピース史上、最も凄惨な戦いが、今幕を開ける。